ですので、今回こういうことをこの佐々木さんっていう人からオファーがありまして、私この人はベーシックインカムを船井幸雄さんの「ザ・船井」っていうのに書いてたんですね。で私がオファーしましたら松本まで会いに来てくれてお話をしてくれたんですね。多分この中に数人だけどこの人会ったことあるっていう人がいると思います。私もその時の誰かって10人ぐらいいたような気がするんですね。これその仲間で会ってくれてる人が多分いると思います。その時にそのベーシックインカムっていうのを私は実はですね、ごめんなさい、望月って言います。塩路の望月です。よろしくお願いします。田中康夫さん、元県知事、私1期目の時からずっと田中さんを応援してまして、2人きりに事務所になった時に望月さんベーシックインカムって知ってるって言われて、その時全然知らなかったんで知りませんって言って話を聞いたら、それとってもいい制度ですから、県知事の間に絶対ベーシックインカム長野県からやってくださいねみたいなことを言ってたんだけど、現実それは無理でした。それで何年か後に佐々木さんのベーシックインカムにいるんだなこういう人たちっていうふうな、最近結構テレビでとかなんだっけ池上さんとかああいう人たちもそういうことを言い始めてるし、堀江門さんも言ってるしっていうようなところの中で、ベーシックインカムっていうのはもっともっと本当に盛り上げていかなきゃいけないんじゃないかなって思っていたんです。ですね、彼からのオファーだったんで、ブルーノさんがこういうふうにして今来てるんだよ。今日は台湾京都から今日は京都ね。で世界中を回って歩いてるんだっていうことをお聞きして、直接民主主義なんて日本は程遠い話だなとは思うんだけど、でももしかしたらある時コロッとこうなる可能性もあるんではないかっていうので学びたいなと思って、実は皆さん今手にしてるこれ、私3分の1今日忙しかったので頑張って読んでみたんです。そしたらなんかすごくそうだよねそうだよねっていう、私一番感じたのが、私たちのやってる市民活動ってどうなんだろうって実は思わされちゃったんですね、これを読んでて。でこの直接民主主義をやってる人たちっていうのは一人一人の国民がかなりいろんなことを分かってないとできないんだなっていうのを実は3分の1読んで感じたことだったんですね。でこれは多分その最後まで読んでない何とも言えないんですけど、3分の1読んだ限りではそんな感じをして、やっぱりこう私たち国民が一人一人が全然、学べないような状況をされてしまった戦後、それが一つすごく大きいと思うんですよね。要するに知らせない、国民に知らせない、もう勉強しなくていいよっていうふうな感じで国民はされてしまって、経済が入ってきてもうみんなそんな感じでお金の方に行ってしまった。ヒューってもうなんか一番分かりやすい部分ですよね、お金ってね。何でも買えるしとか、テレビもこうどんどんこう流すとなんかもう考えなくてもいいっていう、考えなくてもいい国民を見事に国はやってしまったなって私は思っています。そのことによってブルーノさんがここに来るっていうことがすごいことなんだけど、でもどうなるんだろうっていう。でもこう参加してくれた人たち一人一人は、私たくさん友人がいますので、そういう人たちプラス何かの方法で何人かは来てくださってるんですね。多分そうですよね。チラシかなんか見て参加してくださったりとか、誰かの伝わって来てくださったりしてる方も何人かいらっしゃると思うんですね。こういう新しい風がまたここに来ていただいて、ブルーノさん今日ねこういろいろやりたいんですって。初めは1時間ぐらい話しますけど、こう皆さんとこうやりたいということをさっきお話しさせていただいたので、ここにいらっしゃるこの佐々木さんが補助でいるんですけど、エンジェルさんが通訳っていうことなんですけど、プロの通訳ではないので、ちょっと補足したりとかするので、普通のあれよりはちょっと時間かかるかもしれません。さっきもちょっと日本語でブルーノさんに答えてるよって奥様に言われて日本語で喋っちゃうけどあるからみたいなので、その辺はちょっと考慮していただけたらと思います。
たまたま私も宣伝するわけじゃないですけど、皆さんほとんど知ってますけど、緑の党という、入ってまして、私たちは緑の党は党員とは言わないで会員って言っております。その市民団体が緑新春というそのネーミングを使って、今回はこの会場を実は借りまして、結構政党が借りるって難しいです。で、緑の党っていうものを、ここの責任者の人にお話ししたら、そういうことだったら使いますからどうぞ使ってくださいと。勉強会ではないので皆さんに知らせたいっていうことでお使いになるには一切問題ありませんっていうふうに言っていただきましたので、ここで会を開くことができました。それで大変恐縮なんですけど、無料でやらせていただいてるんですけど、この冊子が実は結構お金がかかっておりまして、それでカンパ袋を回します。皆さんにお組持ちで印で入れていただけたらありがたいなっていうふうに思います。で、一応時間はちょっと遅れましたけど、9時で、示させていただきたいと思いますので、その前に、取りに行きたい人とかは自由に行っていただいていいですし、早く帰りたい人は帰っていただいてもいいですし、もうそこの辺はフリーでやりたいっていうふうに思っております。で、質問とかあってもどんどんその1時間ぐらいお話ししていただいたら、質問もどんどんしていただいていいんですけども、できましたらなんて言うんでしょう、さっき私話してて、私全然できないんですね。ほとんど分かりません、英語は。それでこういうものなんだ、もどかしいもんだなって、自分が英語が分かったらどんなにストレートに入ってきていいかなって今回、前から思ってたんですけど、すごく思います。そんなところで、こんな場を持たせていただいた佐々木さん、ありがとうございます。ブルースさん、早速始めたいと思いますので、よろしく、ブルーノさんよろしくお願いします。エンジェルさんお願いいたします。Okay. Well, she was just introducing the activities of the group. Thank you, Sasaki-san, for bringing us place. Yeah. And saying it's a great honor to have you here. Okay. Okay. Thank you very much. Hello. I'm very glad to be here with you tonight. That's my first visit to this wonderful city, and I look forward to discuss with you about democracy, about direct democracy, and how we can make it possible in Japan. 松本は初めて来ました。皆さんにこういう場を設けていただいて非常に感謝しています。じゃあこれから皆さんと民主主義について、特に直接民主主義について話し合いたいと思います。You will see that I very much like passports. So you have everybody already got a passport, and this is something I learned in my work. Before I always had a very thick books with me. They were so heavy, and people wouldn't read them. So now I'm producing small passports. They are not so heavy, and people read them. 私はパスポートというものが大好きで、以前は旅した時にでっかい本を持ち歩いていたんですけれども、やっぱりこういう小さいものの方がずっと受けがいいみたいで、小さく しましたんで、みんな楽しく読んでくださいと。So I myself, I'm at home in two places, in two countries. I have two passports, national passports, one Swedish and one Swiss. 私は国籍2つある、スウェーデンとスイスです。パスポートは2つあって、行ったり来たりしています。I'm born in Switzerland, in the middle of Switzerland, in a place called Lucerne, which is, when you look around, there are a lot of mountains. It looks a little bit like here. 生まれはスイスのルサンというところで山に囲まれた町ですけれども、そういう意味で非常に松本によく似ています。ルツェルンですね。ルセル。ルツェルン。はい。Yeah. 日本語で言うと。
But the most time of my life I haven't lived in Switzerland. Switzerland is a little bit too small for me. So I moved to Sweden in a city in Falun. I just finished 2 terms in the city government as a city government executive. でも僕にはスイスは小さすぎて飛び出して長年はスウェーデンに住んでいます。でスウェーデンというファルンというところで、そのファルンという地方自治体ですけれども、あそこでまあ日本でいうと副町長のような役をやっていました。8年間やっていました。And I will tell you a little bit more about how I tried to make my city in Falun more direct democratic, also based on my experience from Switzerland. でまたスイスという直接民主主義をやっている国にも基づいて自分がファルンというスウェーデンの地方都市をどうやってもっと民主的にしようとしたか、特に直接民主主義を導入しようとしたところ、経緯などについてちょっと話したいと思います。But my main work, my profession is a journalist. I have been a journalist for more than 30 years, and I'm working for the Swiss Broadcasting Company as a correspondent for international affairs and democracy affairs. So I'm involved in a platform on direct democracy, which also is published in Japanese. でも本職はジャーナリスト、記者です。でそのジャーナリストとしてスウェーデンの放送局ジャーナリストをやっていて、でそれであちこち旅をしているんです。でそういうジャーナリストとして民主主義もいろいろ取材しています。So I call myself a democracy reporter, but also a democracy supporter, and I work since many years for the promotion of democracy, of direct democracy, and since 10 years I'm the co-president of the Global Forum on Modern Direct Democracy, which brings together people from across the world in favor of more democracy. まあジャーナリストとして民主主義を取材しているんですけれども、民主主義また大いに応援しています。で例えば国際組織でGlobal Forum on Modern Direct Democracy 要するに直接民主主義のグローバルフォーラムというところでなんていう副代表をやっていたりしています。And just now, this is a special project I have the privilege to do. I'm on a 200 days reporting and supporting trip around the world. We started in Rome, where we will have the next forum, and then to the south part of the world, and now I'm here. でちょうど今は200日間の世界旅行の途中にいるんです。それは世界の各地で民主主義について話したり聞いたり取材したりする旅行です。で最初ロームから始まって、それからオーストラリアとかニュージーランド行って、それから東南アジアをたどってちょうど今日本に来ています。So I'm basically every week reporting about what I experience, but also trying to share my knowledge to people around the world and places like here. で毎週のように記事を書いて本堂に送ったりしていますけれども、それと同時に自分の知識とか経験をみんなと分かち合って、こういうふうに集まった人たちと話をしている。two-way ですね。So let's start with my Swiss passport. I'm born Swiss, so I have a Swiss passport, and you see in Switzerland we have 4 national languages: German, French, Italian, and Greco-Roman. And because we travel around the world, it's also written in English.
まずスイスのパスポート、私スイス生まれでスイス国民でスイスのパスポートを持っているけど、ご覧のように5つの言葉で書いてあるんですね。それスイスの中にドイツ語もフランス語もイタリア語も使われている。そして古いスイス語もある。でその他に、スイス人は今世界中旅しているから英語でも書いてあるんですね。So out of these 5 languages, I speak 4 and understand 1. その5つのうちに私4つを喋ることができる。残り1つ古いスイス語は喋れないけど理解はできます。In Switzerland, we have the practice that we all speak in our language and expect that the others understand us. スイスではみんなとにかく自分の言葉で話して、それは当然皆さんに理解されるという前提で自分の言葉で話すんですね。So in the Swiss Parliament, you can hear 3 to 4 languages and there is no translation. だからスイスの議会でも議員さんはみんなそれぞれの自分の言葉で喋っているんですけれども、通訳とかは入れないんですね。みんなそれわかるんです。And this is quite important for democracy because democracy is based on our ability to talk to each another and to understand each another. これは当然民主主義にとってもとても大事なことですね。やっぱり自分の意見とか話してそれを理解してもらうことは民主主義の基本じゃないかと。Switzerland is a very small country, but it's a country which is in the middle of Europe and it's in a way a small Europe. It's part of the German-speaking part of the French-speaking part of the Italian-speaking part, and it has 26 sovereign states. スイスは小さな国ですけれども、ヨーロッパを縮小したようなもんですね。ドイツ語が中心の部分もあれば、フランス語が中心の部分と、イタリア語が中心的な部分があって、で、29? 26. 26。で、26県、日本でいうと県に分かれているんですね。And every state has its own constitution and its own education system. でもそのスイスの県、州というか、それぞれ自分の州の憲法、そして州のいろんな制度があるんですね。だから日本の県とちょっとかなり違うんですね。And the speciality of the Swiss country is in a way that Switzerland as a country has never been involved in war. もう一つスイスの大きな特徴は、他の国と戦争したことはないということですね。And the second important thing is that Switzerland was invented by referendum. In 1848, the Swiss people voted to establish this country in a popular vote. もう一つ大きな特徴は1848年にこの地方に住んでいた人たちはみんな国民投票というかその住民投票によってこの国を作ったんです。要するにいくつもの小さな国が一緒になろうとみんなで決めたんです。So Switzerland was the first republic in Europe which was based on popular sovereignty. スイスはヨーロッパの中で初めてできたなんていうかな共和国民主主義による共和国ヨーロッパで一番だった。And in Switzerland you can say direct democracy as part of the representative democracy has developed, let's say, the most comprehensively all over the world. おそらくスイスは世界中でも直接民主主義で一番先を走っている国です。And that's because we never had a king, we never had a dictator, we never had a president for the whole country. The country always had to agree through conversations how the country wants to develop. とにかく王様も大統領もない国です。みんなそれぞれの州の代表が話し合って
国のことを決めてきたんですね。だから必然的に非常に民主主義的ななんていうかな基盤があるんです。And it was popular movements against established elites which step by step introduced more direct democracy. In the very beginning, the first 50 years of Switzerland, only one party was in government, the Liberal Party. スイスで最初の50年間、一つだけの政党が50年間も政権を握っていたんですね。で、それに対する反発も直接民主主義に拍車をかけたんですね。And because there has never been a big revolution or a war or a dictator in Switzerland, developments have been very slowly. But step by step, Switzerland introduced the right for initiative for the citizens. Today, as a citizen, I can contribute to propose a change of the Swiss constitution. I need to gather 100,000 signatures, and then there is a national vote on this proposal. まあスイスはそういう過去があったんで、戦争をやったり革命したりせずにゆっくりとそういう民主主義が発展しましたんですけれども、今そういうふうにゆっくり発展して、今は私誰でもスイス人自分の国の行方に参加することができます。And last weekend, for instance, last Sunday, there was a citizen initiative which proposed to abolish the Swiss broadcasting company, the system that every household have to pay something for the public broadcast. There was an initiative from the right-wing parties. 先週にもこれスイスの中の右翼の人たちは発議をやりました、出しました。これは国の国家放送局をなくそうという発議だったんですね。Today, every Swiss household have to pay about $500 per year for a public broadcast, and this initiative proposed to abolish it. But as you can see, the result was very clear. More than 70% of the Swiss said, no, we want to continue to pay that. We want to continue to have a public broadcast. で、その国の放送局、毎年みんなそれぞれの家庭$500ぐらい払って維持しているんですけれどもね、それをなくそうと右翼分子が活動したんですね、発議を出したんですけれども、それはひっくり返されたんですね。7割以上の国民はいや、今のままでいいんだと決めたんです。But the people can not only propose these kind of initiatives, they can also take every decision of parliament and put it to a vote. For this, you need to gather 50,000 signatures, about 1% of the voters, within 100 days after a decision of parliament. で、また国会、スイスの国会で決めたことに対してもスイスの市民は異議申し立てができる。これは5万人分の署名を集めて決議されてから100日以内に発議をすると国はそれに従わなければいけない。要するにその国会で通した決議に対して国民投票をやらなければいけないという決まりがあるんです。So every year we have 4 occasions where all the Swiss can vote about this kind of decisions. And I myself, in the last 30 years, since I'm eligible to vote, I have participated in more than 1,000 decisions on issues on the local, regional and national level. で、国のレベルで年に4回ぐらい国民投票がある何らかの課題について。でまた州レベルで地方自治体レベルでも同じような制度があってでブルーノさんもね今まで1000回ぐらいそういう住民投票国民投票に参加したことがあるんです。And that creates, of course, among the citizens
feeling of ownership, responsibility for the society, because we are the decision makers. We can influence how the country develops. And this is such a established system that there is an agenda, there's a schedule for the next 20 years. All the national referendum days are already scheduled. でこういう国民投票制度によって一人一人が自分の国の行方、制度などについて自分の責任のように感じるんですね。だからそういう意味で非常に大事で、これから20年間先まですでに国民投票の日が決まっている。So the public debate is not just public debate as an opinion poll, it's about decision making. Everybody knows on these dates there will be decisions which are binding. And because we normally don't vote to go to the ballot station, we vote by sending a letter or doing it on the internet. Basically, 4 months a year, people are in a decision-making role, and in between, we are preparing for it. だから年4回、これは世論調査で自分の意見を言っているだけじゃなくて、実際に政府になんていうかな、国の決定をしているものですから、世論調査と全然違う。で、だから年4回、それ大体ネット上でやるか、何か郵便で出すか、とにかくそういうふうに投票しますけれども、で、その間に、要するに次の国民投票についていろいろ自分で考えたりします。This has huge consequences for everything in the country, for the infrastructure, because citizens need to be supported and prepared for this role, for the media, but I would say the most important factor is the consequence for politics. We have political parties, we have parliaments, but the parliaments know, even if they make many decisions, that their decisions always can be put to a vote if they don't do a good job. でこの国民投票制度はまた政府などに非常に大きな影響を持っている。というのは国会でもね、国会が行った決議は市民が不満に思うとすぐに国民投票にかけたりそういう発議をしたりしますから常に市民に見られながら国の政府をやっているということですね。So that means elected officials and parties don't have a monopoly on decision making. They share decision making with the citizens. And if the citizens think they don't do a good job, they don't have to wait until the next election day. They can influence the agenda on an everyday basis. だからスイスの市民は毎日のように国に影響を与えることはできるんですね。次の選挙まで待つ必要もなく、常に自分の言い分を何らかの形で反映できる。I have such an experience when I was very young, about 21 years. I was part of the peace movement in Switzerland, and we made a citizen initiative to abolish the Swiss army. 例えば私は20代だった時に20歳ぐらい平和運動があってでそれでもう軍隊を陸軍などをなくそうという運動をやった。At that time, the Swiss government said Switzerland has no army, it is an army. その当時にスイス政府はね、私たちは軍を持ってない。全国民はスイスの軍だと。So we were treated like enemies of the state, and the secret police would come to us and make a file, and most people we met in public would say, "You are against Switzerland." でその平和運動をやっていた人たちはみんな国の敵だと言われたりして。秘密警察も毎日のように訪れたりして邪魔していた。But we said the Swiss army is destroying in peacetime what it pretends to protect in wartime.
でも彼らはね、スイスの軍は戦争によって守ろうとしていることを平和の時に壊しているんじゃないかと議論をぶつけた。Because we had one of the biggest standing armies in Europe based on the mythology that Switzerland survived the First and Second World War because it had such a good army. スイスではね、なぜスイスが第一世界戦争、第二世界戦争をあれだけ無事に乗り越えることができたかというと、私たちにはこのすごい軍隊があったからこそそうだ。でもこれはあくまでも神話だと。そういうじゃないと。But because we had the right of citizen initiative, we could establish a dialogue, a conversation, a debate in the country about the meaningfulness of such a big army, and we gathered enough signatures to get a national referendum. And in the national referendum, we didn't got a majority, but we got almost 36% of the vote. We got 70% of the young vote, and we lost the vote, but won the debate. 結局その国民投票で軍をなくすことはできなかったけど、でも3割以上自分たちに賛成した。だから国民投票で負けたんですけれども、その議論には勝ったと自負しています。And in this instance, I learned it's in a democracy, it's not about winning or losing. It's about being heard and having a say and never losing your freedoms, even if you don't get a majority. 民主主義で大事なのは勝ち負けというよりも自分の意見を自由に言えることが一番大事じゃないかと。で、それをきちっと守ってきましたから、それでいい。And this is in fact something which, through all this voting, has created in Switzerland the notion that Switzerland is a country of happy losers. だからスイスで言えるのはこの国民投票直接民主主義制度のおかげでスイスは負けた人がいっぱいいるんですけれど、みんな負けても幸せだよ。So in fact, direct democracy, as we have experienced in Switzerland, and as it's experienced in many places, it's not about taking away powers from representative democracy, but to make representative democracy much more representative. 日本は代表制民主主義というんですけれども、スイスも議員とかいるんですけれどもね、その間接的民主主義をもっと責任のあるものにしているのはこの直接民主主義、要するに市民が大いに声を上げることができるということは、その間接民主主義をよくしているということです。And this experience I took with me when I moved as a very young journalist to Sweden and started to become active politically in Sweden. 若い時はスイスだったんですけれども、そのうちスウェーデンに行ってスウェーデンでも政治活動し始めたんです。Sweden, as Switzerland, has had the privilege of not being involved in wars, but it's a monarchy and it has had a more centralistic system with very strong political parties. スウェーデンもほとんど戦争に絡んだことはないんですけれども、スイスよりもスウェーデンは王国であって、でもっとなんていうか縛りのある政権だったんですね、スイスよりも。So we try to identify in the Green Party, which I was one of the members since long time, both in Switzerland and in Sweden, how can we democratize a country like Sweden as it is such a centralistic country? スイスでもスウェーデンでも私緑の党ずっと昔から入っていましたので、スウェーデンでどうやってスウェーデンをもっと民主的にできるかを課題にしてきました。So as the Green Party, we decided to focus on the local level
to make our efforts primarily on the local level to try to enter local governments and to influence democratization from this perspective. スウェーデンでは緑の党としてまず地方から始めようじゃないか、地元要するに地方政府の方でなるべく地方政府の議会に代表を送り込むような努力をしました。